これでガニランロボットモードになります。はい、これスーパーモードですね。これでスパイドンスーパーモードになります。で、これでコブランダースーパーモードになります。じゃあなんで優しいヒーローチームと悪いヒーローチームっていうね、同じ B ロボなのにそうなっちゃったかっていうと、こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。B ロボカブタックよりコブランダー、スパイドン、ガニランです。それでは見ていきましょうということで、来ました。前回はカブタック、クワジーロ、テントリーナ、トビマスカイをレビューしたんですけれども、今回はその、敵ですね。はい、この3体を、見ていきたいと思います。まず箱。こんな感じになってます。中古玩具あるある、その買ったお店の値札そのままついてるっていうね、はい、のありますけど、ハローマック懐かしいですね。はい。横、後ろ、こんな感じになってます。はい。このカブタックのね、優しいヒーローチーム対この悪いヒーローチームっていうのが結構劇中でね、ありましたね。はい、ということで、早速中身取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。それではまずはこちら、ガニランからね、見ていきましょう。ガニランの見た目こんな感じになっております。カブトガニがモチーフの B ロボですね。はい。で、B ロボって、高円寺虎彦博士っていう人が、スターピースっていう、何でも願い事が叶えられるものがあるんですけど、それを探すために、作ったロボットですね。それが B ロボになってます。で、その1号機がカブタック、2号機がクワジーロ、3号機がトビマスカイって感じになってまして、で、その4号機、ガニラン、5号機、スパイドン。で、6、7飛ばして8号機がコブランダーですね。はい。で、新しく作られた B ロボほど性能がいいので、この中だと一番このコブランダーが性能がいいことになります。はい、ということで、ガニランね、この変形させていきましょう。はい、このめっちゃ可愛いフォルムなんですけれども、まずは足を伸ばします。はい、こんな感じで。足を伸ばして、はい、この手をね、開きます。反対側も手を開くと。そうすると拳が出てきます。で、ここ最後頭を取り出します。そうするとこの目の部分見ていってください。この目の部分が、はい、内側にしまい込まれて消えます。もう一回いきます。これを上に持ち上げると、はい、やばい。首取りましたけど。はい。これでガニランロボットモードになります。はい、このスーパーモードですね。になります。メッキがね、結構多くありますね。このなんかチャンピオンベルトみたいなのついてるし、この手もね、グローブみたいになってますね。はい。この目が消えたりだとか、足が伸びたりとか、この拳が出てきたりとかっていう、その可愛い状態からこのかっこいい状態に変形した時のこの工夫がね、この B ロボたち面白いんですよね。で、このガニランの武器はこちら、ガニブーメランっていうね、ブーメランがあって、これを投げて飛ばしたりとかね、してました。はい。で、次、こちら、スパイドン行きましょう。ジョロウグモがね、モチーフになっております。はい、ここは雲の糸ですね。はい、じゃあこれもやっていきましょう。で、スパイドンの変形は結構このカブタックと似ていて、まずはここの武器をね、はい、クローアンカーを取り外しまして、で、側転します。こうやって。側転して、で、その腕が足になります。こんな感じで。はい。開いてあげて、足ができて、で、ここ回転させて、この可愛い顔をね、隠します。はい。そしたら、腕を下ろしてあげて、はい。こんな感じで拳が出てきます。はい。拳が出てきて、最後ここを開くと、はい。ロボットの顔が出てくるので、これで、スパイドン、スーパーモードになります。はい。これも、スパイドンもメッキがね、めちゃくちゃ使われています。で、この武器ね。はい。クローアンカー。これをこう持って、こっちの部分をこう投げつけて、こう、戦うみたいな感じの使い方してました。で、雲の糸で普通に攻撃とかもね、してましたね。はい。こんな感じになってます。はい。そして、最後、こちら。コブランダーですね。はい。この、コブランダーが、この2人の親分なんですよね。ボス。うん。一番やっぱ性能がいいのでね。うん。先輩って考えるんだと一番ガニランがね、早く作られてるので先輩なんですけど、性能としてはやっぱコブランダーが
ね、いいんですよね。で、スーパーモードの時間っていうのがあるんですけれども、一番最初に作られたカブタックが3分。で、次、クワジーロ5分。で、飛びますかい7分。で、どんどん上がってって、ガニラン9分。スパイドン11分。で、6、7、8は全部13分です。なので、コブランダーもスーパーモードが13分になっております。ね。いや、コブランダーめっちゃ可愛いんですよね。うん。一番なんかちっちゃいしね、このノーマルモードの おもちゃの状態でね。うん。じゃあ変形させていきましょう。まずは、ここのコブラのね、ここの部分を開きます。はい。そうすると、腕が出てくると。この閉じてる時は腕短いけど、開いたらこう上腕が出てきて、こう腕が長く見えるっていう、この変形面白いですよね。で、次。ここのボタンを押すと、はい、足が伸びます。これアニメじゃないね。劇中で、この足がビヨーンって変身するときに伸びる描写があるんですよ。それをこのおもちゃでスプリングでこう再現してるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。はい。で、こうちょっとスニーカーみたいになってます。この足がね。はい。で、最後ここの部分をパカッと開くと、はい。頭が出てきて、これでコブランダースーパーモードになります。で、本来はここを指で温めると温度でここの黒目が消えるっていうギミックがあるんですけれど、これもう経年劣化でもう消えなくなってます。はい。っていう、この B ロボってこの可愛い状態をいかにこうかっこいいロボットにするかみたいな変形の工夫が各所にあって本当に面白いんですよね。で、このコブランダーの武器はこの尻尾を取り外してこう無知のように使うコブラビュートっていうね、はい、これで戦ってました。はい。っていう感じになっているんですけれども、じゃあなんでこのヒーロー、優しいヒーローチームと悪いヒーローチームっていうね、同じ B ロボなのにそうなっちゃったかっていうと、その B ロボって最初カプセルの中にいるんですよ。で、カプセルの中で睡眠学習をして、その世の中のことだったりとか、その優しいヒーローの気持ちとかっていうのを学習するんですけれども、この3体はその睡眠学習の最中にガニランだったら工事現場の人にこうなんだこの邪魔なカプセルはって言って無理やり開けられて中から追い出されたんですよ。でさまよってお酒が大好きな人の家に迷い込んでってお酒めちゃくちゃ飲まされてお酒大好きになったりとかで、このスパイドンも、関西弁のお金貸す人のところに行ってで関西弁になってでめっちゃお金好きになったりとかっていう感じでみんな睡眠学習が足りないでヒーローの優しい気持ちを学習できなかったプラスその人間社会の歪みの部分に触れてしまったっていうのがあって本来は優しいヒーローになるはずだったのがちょっとね道を外れてしまったっていう感じになってるんですよ。だからこれもちょっとね人間の良くないところが悪くしてしまったって感じですよね。はい。でコブランダーたちの目的としてはスターピースでその今まで嫌なことをされてきた人間たちに対して復讐をするっていう意味で世界征服しようみたいなのが一応目標だったらしいんですけれどもこの3体もめちゃくちゃもう貧しすぎてインチキ商売して偽物を売りつけたりとかあと普通に万引きもするし食い逃げもするっていうもう本当に極悪非道なことをしてました。はい。でスターピースをこうね手に入れたいのでカブタックチームもコブランダーチームも入れたいので毎回勝負するんですけれどもだいたいカブタックのチームが勝ってましたね。で初勝利した回があったんですよこのコブランダーチームが。それの回がお正月の時で福引きがあったんですよね。福引きで1等海外旅行で2等国内旅行だったんですけど5等でカップラーメン1年分っていうのがあってそのカップラーメン1年分を狙ってこのねコブランダーチームがめちゃくちゃ福引きやるんですけど当たらずでスターピースでじゃあそのカップラーメン1年分当てようって話になっていやスターピースがあれば何でも願い叶うからそんなカップラーメンじゃなくてもっと
ね、お金とかでも全然頼めるのに、いや、カップラーメン1年分にしようって言って、で、このカブタック、クワジーロ、テントリーナ対、このコブランダー、ガニラン、スパイドンっていうね、3対3で戦うんですけど、それ餅つき大会で戦って、で、もう3人気合入りすぎて、キネを壊しちゃうんですよね。で、やばい、このままだと負けちゃうよってなった時に、ガニランが、オイラがキネになるよって言って、この拳、この逆さまになって、こうキネの代わりになって、スパイドンがガニラン持ち上げて、こう、カップラーメン1年分、カップラーメン1年分って言って、ガニランをキネの代わりにしてやって、で、コブランダーが水をこう、シャシャシャってやって、こう、餅かき混ぜる係になって、やって初勝利するっていう回があったりとか、あとはこのガニランとスパイドンがめちゃくちゃ仲が良くて、ガニスパコンビっていうぐらいすんごい仲がいいんですけれども、ちょっと阿弥陀屋っていうインチキ骨董品店があるんですけど、そのおっさんに結構その3体がなんかいい儲け話はないかとかって言うんですけれども、ちょっとその阿弥陀屋のおっさんがスパイドンのことをちょっとそそのかすというか、そそのかしてガニランは悪いやつだよみたいなことに仕立て上げるんですよ。でスパイドンがもうそんなことだったらお前とコンビなんてやってられねえよって言って、こっちのカブタックチームに行っちゃうんですよね。でそのカブタックチームでガニランと戦うことになって、ガニランは結構ね、いやいや戦えないよとか言ってたんですけど、結局戦うことになって、スパイドンがもうガニランのことボコボコにして、こうもうガニランが動けなくなるんですよね。で、故障しちゃって、でスターピースゲットするんですよね。カブタックチームとスパイドンチームがねゲットするんですけれども、そこで実は阿弥陀屋のおっさんがそういうガニランが悪いことしてるっていう風な嘘をついてたっていうことをスパイドンが知って、おいなんてことしてくれたんだって、俺たちの友情にって言って、でそのカブタックからスターピース奪い取って、でガニランのためにそのスターピースでねガニランを直してくださいって言って復活して、でありがとうってなって、こうみんな号泣するっていうね謎の感動会とかがあったりしましたね。ちなみにその回でカブタックはスターピース手に入れて、なんかスイカたくさん食べたいカブみたいなこと確か言ってたと思うんで、カブタックに使われてたらもうろくなことになってなかったと思うんですけれども、はい。そんな感じでなんか全然世界征服とかはできてなかったです。なんか本当に生活が貧しすぎて、その生活を優先させてましたね。っていう感じかな。あとガニランは3ヶ月お風呂入らなかったりとかするっていう結構不潔なロボットだったりとかはしましたね。はい。という感じでしょうか。はい。で、次回は、B ロボ12345だから679ですねをレビューすると思いますけれども、結構それも個性がね結構あるね B ロボたちなので、それもね楽しみにしていてください。ということで今回のね、動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方ぜひねチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。